皆さんこんにちは。今日は私の月曜日についてお話しします。月曜日の朝、私は7時に目が覚めました。眠かったですが、すぐに起きてカーテンを開けました。外は曇りでしたが、雨は降っていませんでした。私はまず、ゆっくりと顔を洗って歯を磨きました。その後、ぬるい水でシャワーを浴びました。とても気持ちよかったです。シャワーの後、私はパジャマを脱いで、きれいな服に着替えました。今日は少し寒いので、長袖のシャツとジーンズを選びました。天気が悪くても、月曜日は頑張らなければなりません。朝ごはんはパンと卵とスープでした。私は朝ごはんをゆっくり食べました。テレビはつけませんでした。代わりに昨日使ったノートを見ながら今日の予定を確認しました。私のノートには時間とやることが書いてあります。ご飯の後、私はカバンにノートとペンを入れて、教科書とノートパソコンも入れました。カバンは少し重かったですが、我慢しました。そして8時過ぎに家を出ました。私は駅まで歩きました。駅までは15分かかります。人はあまりいませんでした。駅に着いたら私は電車に乗りました。電車の中にはたくさんの人がいました。少し混んでいましたが、私は立っていても大丈夫でした。電車の中ではスマートフォンで音楽を聴きました。毎日同じ時間に電車に乗るので、車内の様子はよくわかっています。学校に着いたのは8時55分頃でした。少し歩いて教室に入りました。真面目な気持ちで椅子に座ってノートとペンを出しました。朝は静かで少し緊張します。午前は少し難しい勉強が続きました。私はよくノートを取って先生の話を聞きながらゆっくりうなずきました。わからないところは手を挙げて質問しました。先生は優しく教えてくれました。私はそれをノートに書いて、
後で見直せるようにしました。午前の勉強が終わったら、昼ご飯の時間になりました。私はいつも昼を学食で食べます。でも、今日はお弁当を作ってきました。朝、母が握ってくれたおにぎりと卵焼きと野菜が入っていました。私は木のベンチに座って友達と一緒に食べました。みんなと食べると美味しく感じます。午後は少し眠かったです。でも頑張って目を開けてノートを見ました。先生の声が少し小さかったのでよく聞かなければなりませんでした。私は前の方に座っていたのでよく見えてよく聞こえました。午後の勉強が終わったら私は図書館に行きました。図書館はとても静かで本がたくさんあります。私は読みたい本を探してテーブルに座って読みました。その後、パソコンも使いました。キーボードをゆっくり打って調べ物をしました。図書館では1時間くらい過ごしました。そして17時ごろ私は学校を出ました。外はもう暗くなっていて風も吹いていました。私はマフラーをして駅に向かいました。帰りの電車は朝よりも混んでいました。私は立っていましたが、手すりを握って本を読みながら帰りました。18時半に駅に着き、そこから家まで歩きました。家に着いたらすぐに手を洗ってうがいをして夜ご飯を作りました。夜ご飯はご飯とスープと魚とサラダでした。私は自分で料理をしました。時々苦い味がありましたが、体にいいと思いました。ご飯の後、ゆっくりお風呂に入りました。温かいお湯で疲れが取れました。お風呂の後、私は少しテレビを見ました。今日はニュースを見て地震のことやスポーツの話を知りました。それからノートを開いて今日のまとめをしました。少しだけ難しいところがあったので、マーカーで印をつけました。23時になったので、私はベッドに入りました。毎日
頑張っているので、眠る前に少しだけスマートフォンを見てリラックスしました。そして目を閉じてすぐに眠りました。月曜日は疲れましたが、いい一日でした。皆さんこんにちは。今日は私の月曜日についてお話しします。月曜日の朝、私は7時に目が覚めました。眠かったですが、すぐに起きてカーテンを開けました。外は曇りでしたが、雨は降っていませんでした。私はまず、ゆっくりと顔を洗って歯を磨きました。その後、ぬるい水でシャワーを浴びました。とても気持ちよかったです。シャワーの後、私はパジャマを脱いで、きれいな服に着替えました。今日は少し寒いので、長袖のシャツとジーンズを選びました。天気が悪くても、月曜日は頑張らなければなりません。朝ごはんはパンと卵とスープでした。私は朝ごはんをゆっくり食べました。テレビはつけませんでした。代わりに昨日使ったノートを見ながら今日の予定を確認しました。私のノートには時間とやることが書いてあります。ご飯の後、私はカバンにノートとペンを入れて、教科書とノートパソコンも入れました。カバンは少し重かったですが、我慢しました。そして8時過ぎに家を出ました。私は駅まで歩きました。駅までは15分かかります。人はあまりいませんでした。駅に着いたら私は電車に乗りました。電車の中にはたくさんの人がいました。少し混んでいましたが、私は立っていても大丈夫でした。電車の中ではスマートフォンで音楽を聴きました。毎日同じ時間に電車に乗るので、車内の様子はよくわかっています。学校に着いたのは8時55分頃でした。少し歩いて教室に入りました。真面目な気持ちで椅子に座ってノートとペンを出しました。朝は静かで少し緊張します。午前は少し難しい勉強が続きました。
私はよくノートを取って先生の話を聞きながらゆっくりうなずきました。わからないところは手を挙げて質問しました。先生は優しく教えてくれました。私はそれをノートに書いて後で見直せるようにしました。午前の勉強が終わったら昼ご飯の時間になりました。私はいつも昼を学食で食べます。でも今日はお弁当を作ってきました。朝、母が握ってくれたおにぎりと卵焼きと野菜が入っていました。私は木のベンチに座って友達と一緒に食べました。みんなと食べると美味しく感じます。午後は少し眠かったです。でも頑張って目を開けてノートを見ました。先生の声が少し小さかったのでよく聞かなければなりませんでした。私は前の方に座っていたのでよく見えてよく聞こえました。午後の勉強が終わったら私は図書館に行きました。図書館はとても静かで本がたくさんあります。私は読みたい本を探してテーブルに座って読みました。その後、パソコンも使いました。キーボードをゆっくり打って調べ物をしました。図書館では1時間くらい過ごしました。そして17時ごろ、私は学校を出ました。外はもう暗くなっていて、風も吹いていました。私はマフラーをして駅に向かいました。帰りの電車は朝よりも混んでいました。私は立っていましたが、手すりを握って本を読みながら帰りました。18時半に駅に着き、そこから家まで歩きました。家に着いたらすぐに手を洗ってうがいをして夜ご飯を作りました。夜ご飯はご飯とスープと魚とサラダでした。私は自分で料理をしました。時々苦い味がありましたが、体にいいと思いました。ご飯の後、ゆっくりお風呂に入りました。温かいお湯で疲れが取れました。お風呂の後、私は少しテレビを見ました。今日はニュースを見て地震のことやスポーツの話を知りました。
それからノートを開いて今日のまとめをしました。少しだけ難しいところがあったので、マーカーで印をつけました。23時になったので、私はベッドに入りました。毎日頑張っているので、眠る前に少しだけスマートフォンを見てリラックスしました。そして目を閉じてすぐに眠りました。月曜日は疲れましたが、いい一日でした。